本日のプレスレビューでは物流に関するニュース、新パナマ運河の設計上の欠陥に対する懸念と、ドローンによる新たな宅配サービスについてを確認しましょう。今月、すでに3隻のコンテナ船が前月新たに拡張されたパナマ運河の側壁に衝突したとメディアで報じられています。26日月曜日、中国シッピングコンテイナラインズ社が所有している大型コンテイナ貨物船が深刻な船体損害を被りました。パナマ運河の管理会社は、これらの3つの事故の原因を捜査すると表明しました。54ドルもの拡張工事で、パナマ運河には最大規模のコンテイナ船の通過が可能になりましたが、以前からの新パナマ運河の設計上の欠陥の懸念が正しいものであったことが最近の事件から確認されており、実質新パナマ運河の入り口は大型船には狭すぎると見られています。運河が開通した6月には、日本郵船所有の新運河を最新に通過した大型タンカーがフェンダーを損傷したとチャンネルニュースアジアが伝えています。パナマ運河運営会社からこの件についてはコメントがありませんでした。また、マーシャル諸島が所有するコンテイナ船もファンダが株に触れましたが、同社の管理員によると、船は目立った損害を受けなかったということです。一方、航空運搬技術の発達で、大規模な船だけではなく、小さな無人飛行機も配達の手段として検討されています。ドローンによる配送サービスの検討で、物流業界は新たな段階に進みつつあります。Amazon は英国政府と協力し、ドンカスタではテスト飛行として何百もの Amazon のドローンが空に放たれる可能性があります。これによりオンラインでの発注30分後には商品が届くようになると見込まれています。本日のプレスレビューは以上です。最新ニュースをジューカスコピー TV にてまた確認しましょう。